はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。キャン汁ということで、今日は少しずつ寒くなってきて豚汁が恋しい季節になってきたんですけど、今日は作り置きしておけばレンジ加熱ですぐに食べられる作り置き冷凍豚汁を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はごぼう1本 150g、人参2分の1本 100g、大根4分の1本 250g、しめじ2分の1房 100g、長ネギ2分の1本、豚こま切れ肉 240g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。ごぼう1本 150g の皮の汚れを包丁の背でこそげ落とし、斜め 3mm 厚さに包丁を入れ大きく輪切りします。輪切りしたら酢水にさらしてアク抜きします。人参2分の1本 100g の皮を剥き 3mm 厚さにいちょう切りします。大根4分の1本 250g の皮を剥いて 3mm 厚さにいちょう切りします。しめじ2分の1房 100g の石突きを切り落とし小房に分けます。長ネギ2分の1本に斜めに包丁を入れ 3mm 厚さに大きく輪切りします。油揚げ4枚に熱湯を回しかけて油抜きしたら、冷水で粗熱を取り、手で握って水気を絞ります。水気を絞り終えたら、1センチ幅に短冊切りします。ではごぼうも酢水にさらしてアク抜きを終えたので、ざるにあけて水気をしっかりと切ります。ではごぼうの水気を切り終えたら、用意しておいた大根と人参、しめじと一緒に大きめのざるやボウルに入れて混ぜ合わせます。では野菜を合わせたら、冷凍保存可能な耐熱の保存容器に具材を均一に移し入れます。野菜を移し入れたら、味噌大さじ6、だしの素小さじ3、ごま油小さじ1と2分の1を混ぜ合わせます。では味噌と調味料を合わせたら、6等分してラップで包みます。はい。ではラップで包んで味噌玉を作ったら、用意しておいたネギ、油揚げを6等分して上に乗せます。油揚げを乗せたら、豚こま切れ肉 240g を6等分、1食あたり 40g を目安に上に乗せます。豚肉が大きい場合は、食べやすい大きさに手でちぎり、塊になっている場合は広げながら乗せていきます。豚肉を乗せたら、用意しておいた味噌玉を乗せます。はい。では味噌玉を乗せたら、蓋をして冷凍庫で凍らせます。保存期間の目安は、冷凍で3週間ほどを目安に、食材が悪くなる前に食べてください。はい。では今冷凍庫に入れて具材がカチカチに凍った状態です。食べる際には、まず上に乗せた味噌玉を取り、蓋が耐熱の場合は蓋を斜めに置く。またはラップをして600W の電子レンジで3分加熱します。加熱したら水 200ml、凍らせた味噌玉のラップを取って入れ、溶かし合わせます。では味噌玉を溶かし合わせたら、少しお肉固まってたら、菜箸でほぐしつつ、お肉にしっかりと火が通るように、お肉をそこに入れ込むような感じで、全体をさっと混ぜ、600W の電子レンジで3分ほど、吹きこぼれないように注意しながら、様子を見て加熱します。はい。では今加熱し終えて、豚肉にもしっかりと火が通り、スープが温まったら完成です。鍋で調理したい場合は、具材と水を鍋に入れて、食材に火が通るまで煮たら、味噌玉を溶かし合わせて食べていただいても大丈夫です。
でもこのままシンプルに豚汁、スープとして食べていただいてもいいですし、ちょっとボリューム欲しいなって場合は、これ冷蔵のうどんをレンジで加熱したものなんですけど、加熱した冷蔵うどんや、加熱して解凍した冷凍のうどんをこのまま豚汁につけながら食べたり、豚汁をこのままうどんにぶっかけて、豚汁うどんにして食べても美味しく食べられるので、ボリュームが欲しい場合はお好みでアレンジして食べてみてください。はい。ではこんな感じで、レンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き、冷凍豚汁の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はレンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き、冷凍豚汁を作ってみました。それでは本日は麦茶で乾杯。乾杯。くー。節約デイ。じゃあ早速いただきましょう。私、冬になると豚汁を結構頻繁に食べたくなるんで、今回は作り置きしておけばレンジ加熱ですぐに食べられる作り置き冷凍豚汁を作ってみました。まずこの熱々のお汁からいただきます。じゃあいただきます。豚うま。めっちゃいい味。じゃあ具材もいただきます。食材を用意して保存容器に入れ、冷凍するだけで簡単に作り置きすることができ、たっぷりな具材の旨味がスープに出て、とても美味しく食べられるレシピになってます。で今回具材は、豚汁に使う具材の中でも、冷凍に向いている具材をチョイスして使いました。冷凍して再加熱しても食材の美味しさが損なわれないものを集めて入れることによって作り置きしても美味しく食べられるレシピになってます。で大根やごぼう、人参の固めの野菜は気持ち薄めに切ることによってレンジ加熱でもしっかりと火が通り美味しく食べられます。プラス冷凍することによって野菜の繊維が壊れるので火が通りやすくなりレンジで加熱するだけでしっかりと柔らかく美味しく食べられます。で味噌にだしの素やごま油も合わせて味噌玉にしておくことによって溶かし合わせるだけでしっかりとコクや旨味が出て味も決まりとても美味しく食べられます。で食べる際にもあらかじめ具材だけ加熱することによって硬い野菜にもしっかりと火が通り水を入れて加熱すると結構吹き出す恐れもあるので後から水を入れて加熱することによって吹き出す恐れもなく効率よく調理することができます。じゃあちょっとこのおうどんもいただきましょう。でそのまま豚汁としてシンプルに食べていただいてもいいですしご飯炊くのめんどくさいわとかちょっとボリュームが欲しいなっていう時にうどんと合わせて豚汁うどんにして食べてもとても美味しく食べられます。加熱もレンジで加熱してもいいですしお鍋で煮てもいいのでその際うどんをね一緒に入れて煮ちゃってもいいですし作り置きしておくとパパッと食べられてとても便利なレシピになってます。ほんと野菜もすごいたくさん食べられますし味噌玉にちょっとねごま油も入れてあるので食材の旨味プラスごま油の風味も効いてめちゃくちゃ美味しいですね。これから寒い時期ちょっとあったかいもの食べたいなって時にもおすすめのレシピになってます。はい。ということで今日はレンジ加熱ですぐに食べられる超便利な作り置き冷凍豚汁を作ってみた動画でした。たっぷりの具材に野菜の旨味、レンジで加熱するだけで簡単美味しく食べられる便利な作り置きになってます。そのまま豚汁として食べてもいいですし、うどんと合わせて豚汁うどんにして食べるのもすごくおすすめの美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、豚汁。あわよくば卵も入れて煮たい。